どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回はやってまいりました iPhone 15の1週間正直レビューということで、今回かなりいろんな視点からね、レビューしたいと思います。基本的にはですね、14 Pro とかと比べるとね、変わってはないんですけど、いくつかね、使ってみて、いい点も見えてきましたし、いまいちな点もね、見えてきました。皆さんと一緒にぜひね、シェアしたいと思いますんで、ぜひね、15 Pro、Pro Max 使ってみて、ここがちょっと良かったとか、いまいちだったとかコメントいただければと思います。4つですね。USB-C、性能の部分ですね。A17 Pro チップ。バッテリーとかも含めて話したいと思います。あとやっぱカメラ、動画性能ですね。3つ目。最後へ、アクションボタンっていうところですかね。新機能のところを見たいと。買うべきかどうかっていうところもお話ししたいかなと。ということで、早速行ってみましょう。まずは、デザイン、質感なんですけど、下にも採用というところで、質感はね、素晴らしいというか、やっぱ丸くなって、かなり持ちやすくなったんじゃないかなと思います。後ろこのナチュラルチタニウムなんですけども、グレーで、非常にいい色ですね。カラー今回黒系を買うことが多いんですけども、今回やっぱナチュラルチタニウムにして正解だったかなと思います。ブルーチタニウムと非常に迷ったんですけども、ただやっぱ黒いモデルに関しては、その結構汚れが目立つっていう風な、目立つかなと思います。実際ね、ストアでも見てきたんですけども、傷とかも結構目立つかなと。一応アップルの見解としては、皮脂汚れだっていう風にね、言ってるんで、拭き取れ感じにはなってます。やっぱりですね、このチタニウムの質感はめちゃくちゃ良くて、光の当たり方によってやっぱグレーとか、ただホワイトに近くも見えますね。側面のチタニウムの質感、ベゼルが細くはなってるんですけども、このね、側面のチタニウムの、質感はやっぱり非常に素晴らしいのかなと思います。指紋はね、ちょっとつきますけど、ステンレスと比べるとそこまで目立たないのかなと思います。画面はちょっとね、昨日傷ついちゃったんですけども、非常に映えますね。側面が丸いってことで持ちやすさもありますし、特にやっぱ感じたのは軽さですね。今回約 20g ほどですね、14 Pro に比べて軽くなってます。19g だったかな。で、Pro Max とかに関しても非常に軽くなってるので、持ちやすいですね。持った感じ明らかにわかる、レベルいいなと思います。カメラはでも出っ張ってるなっていう感じはしたんですが、ずっと眺めていられるというか、やっぱちょっと丸くなったデザインは手に持った時の収まりもいいなと思います。14 Pro とかと比べるとかなり側面はですね、マットというか、ステンレスはやっぱ重みもあるんですけど、結構キラキラした印象。下には結構落ち着いた印象ですね。15も購入したので、レビューをねしてるんですけども、そこと比べても高級感っていうところでやっぱ15 Pro ですね、非常にやっぱりあるのかなと思います。チタニウムの質感はねめちゃめちゃいいですね。前回の動画で非常に賛否両論だったんですけど、反省してますけど、傷がつきやすいんじゃないかって言われてますが、個人的にはそんなに気にはしてないです。ただやっぱりチタンになって軽量化にやっぱ重きを置いてるっていうことはあるみたいで、耐久性はですね、いろんな海外の動画とか見たんですけども、ステンレスよりはちょっとやっぱり軽さ重視なのかなと思います。よくはなさそうですね。僕も昨日ね飛ばしちゃったんですけども、こういうことにならないように、なる前にぜひね使っていただきたいものが今回あります。提供ですね、トラスさんなんですけども、保護フィルム、保護カメラレンズと、あとケースもですね、これね正直全部いいです。全部いいのでぜひね紹介したいかなと思います。まずはね保護フィルムなんですけど、これね結構ね革命的にやりやすいというか、付属品も充実してまして、でこのねなんていうかな、フィルムがついてるこの独自のねアッチメントみたいなのがあるんですけど、これがねめちゃくちゃすごい。しっかり説明書もついてますので、というかもう上からはめ込むだけなんですけど、言ったら付属品も、かなり充実しております。でやり方は普通の保護フィルムと同じでですね、全部付属品ついてるので、アルコールシートで引いてこのホコリを取ってもらって、もうあとはね上からはめ込むだけです。これがねめちゃめちゃ楽。はめ込んだらあとはもうこのままねガラス勝手に吸い付いていく感じ、すごいですよ。ちゃんと上トップって書いてあるんで、こっちが上側にして、あとはこれを外すだけです。外すとできてます。横のヘラみたいなのついてるので伸ばしてみたんですけど、これねどうですか、めちゃくちゃ綺麗に貼れてる気がするんだけど、楽でした。多分今までのガラスフィルムで一番楽ですね。エッジまでちゃんとありますし、触ってみた質感とかもですね、滑りもちょうどよくて、これねめちゃくちゃおすすめです。正直言うと。
これちょっと今カメラレンズもついてるんですけど、カメラレンズもつけてもいいかなとは思うんですけど、こちらは付属品ねしっかり充実しておりまして、説明書もねしっかりついております。動画とかもあるかな。はい、これ実際でフィルムなんですけど、今回独立型のタイプが貼るのね、正直これめちゃくちゃ簡単でした。普通にてかかっこいいんですけど、上からもうはめて、あとはこうペリって取るだけですね。正直言うともうこれで終わり。ブラックだったんでチタニウムと合うのかなと思ったんですけど、意外とどうですか、結構かっこよくないですか。なんかワンポイントにもなっていいかなと思いましたね。普通に薄いので横から見てもそんなに出っ張りもないですし、普通にワンポイントでいいなと思った。写真も撮り比べてみたんですけども、特に問題ないですし、でここからあと撮ってみたんですけど特にね問題なかったんでめちゃめちゃいいなと思った。ケースはあと2種類あるんですけど、正直どっちもいいですね。こんなちょっとベタ褒めしたら大丈夫かって思われそうなんだけど、このスタンドがですね内蔵されてるタイプで、これ下に入ってるんですけどフラットで使えます。でボタンとかもね非常に押しやすかったですね。しっかり紹介しますけど、で USB-C の部分もしっかり開いてますし、スタンドこれね立ち上がって開くんですけど、横向きだったり、縦置きもねできましたね。これ結構ね普通に良かった。でしかもこれ持ってる時ねちょうどなんかいい感じのグリップ、リングまではいかないんですけど安定感あるんで、これ意外といいなと思いました。紹介されてるやつではあるんですけど、後ろにですね内蔵、リングとか内蔵されてるケースになりまして、これも横置き、縦置きいけます。こっちの方がね安定感はやっぱりねあるかなと思いますね。縦置きとか特に。これやっぱリングが回るんで、回ってしかも収納できて、そのままマグセーフとかももちろん対応してるので、このまま使えるのがめちゃめちゃいいなと思いますね。いや普通にこれやっぱねいいよ。縦置きでこうスクロールとかもめちゃめちゃしやすかったんでめっちゃいいわ。これまたケース動画でまた紹介しますけど、ことでございました。ぜひね概要欄にあとクーポンコードもねいただきましたので、気になる方ぜひねチェックしてみてください。まず1個目ね USB-C ですね。今回入りました。15 Pro。もちろんまずねやっぱり USB-C で充電できます。当たり前なんですけど、さよならライトニングです。いろんなやっぱりデバイスでこう使えたりしますので、 iPhone のためだけにライトニングを例えば持ち運ぶとか、僕とかやっぱいろんなデバイスを持ち歩いてるの USB-C で Mac とかね、iPad とか充電できるのはありがたいなっていうところ。付属でですね折り目のある USB-C ケーブル付属はしてるんですけど、転送速度はねUSB2.0 なんで、あくまでプロだけど充電用みたいな感じではあります。一応ケーブル経由で、USB-C と USB-C でこう充電するなんてこともできます。 iPhone にお裾分け充電みたいなのできます。で USB-C で USB-C の iPhone 同士でつなげると、基本的にはやっぱ充電が少ない方の iPhone に充電されます。でライトニングと USB-C だとライトニングの方に充電されますね。ただケーブルが PD っていうねパワーデリバリーっていうものを対応してないと充電されない仕様になってました。あと一応マグセーフ充電とかできるんで、挿してこれやってみたんですけど、こういったなんか遊びみたいなこともできるんで、なんでもちろん AirPods とか、Apple Watch とかも大丈夫ですし、ただスピードに関してはね、4.5W、5W ないぐらいなんで、そんなに速くないんで、あくまでも緊急用っていうね感じだと思います。2つ目の用途としてやっぱ外部ディスプレイに接続ができるっていうところですかね。USB-C 1本でこういったディスプレイにですね出力することができます。今回なんで僕はねやっぱりゲームとかの用途がめちゃめちゃいいかなと思って、基本的にやっぱり USB-C でも接続してるんで、レスポンスもね良かったですし、1本でこのままこういう感じで大画面出力できるんで、これねコールオブデューティー試してはいるんですけども、非常にこの映像とかもね綺麗でそのまま映し出されてるんで、縦向きにしたら縦向きの画面が出される。今画面に100% こうちゃんと表示されるっていう感じじゃないんですけど、レスポンスとかもそんなに悪くなかったんで YouTube とかつなげて横画面にしたら結構大画面で見れたりしますね。で AR グラスとかも iPhone 15でもね試したんですけど、実際これ今ゲームがここに映ってて、USB-C 1本でつなげるので、これめちゃめちゃねやっぱ Android しかできなかったんで、Galaxy とか、僕の場合TCL ギュストウェアとか、あと XReal Air とかが結構おすすめなんじゃないかなと思います。これもめちゃめちゃいいですよね。あと3つ目としてはこの外部の拡張機能がやっぱ使えるっていうところで便利です。これは例えばこの SSD ってものをつないでそのまま iPhone につなぐと iPhone の容量を使わずにですね、そのまま動画撮影できたりとか、今回なんでこのサテチのね僕もいつも使ってる
SD カードリーダーがあるんですけど、これで差し込むとそのままね読み込めるんですよね。なんでやっぱりこの一眼レフとかで結構撮った写真とかをそのままもう取り込んで iPhone 上で見えたりしますんで、こういった感じでこれめちゃめちゃありがたいですよね。やっぱり転送がね結構 Wi-Fi 経由とかでめちゃめちゃ遅いので、これが直接できるのはいいです。ただこれねケースによるんですけど、純正ケースだとなぜか口がね狭いんですよ。下の今回紹介したトラスのケースとかは結構ね広めになってたんで大丈夫なんですけど、物によってはねこう刺さらなかったりするんで、ここは注意が必要かなと思いますね。ケースの下側ね。次がね A17 チップですね。A17 プロチップです。性能についてなんですけども、今回モンスター級のものが入りまして、3ナノメーターっていうねチップが入りました。今あるスマートフォンで初めてのものになるんですが、今回GPU が最大20%、ロコアとか、CPU10% とか、レイトレーシングとかね、ニューラルエンジンとか、入っております。ギークベンチスコア測ってみました。こんな感じでシングルコアで大体3000弱で、マルチコアだと大体7000ぐらいあるんですけども、数値的には例えば14 Pro Max が2500とかですかね。iPad の11インチ第4世代だから、これなんだろうな、A16 とかが M2 か。M2 よりいいのシングルコアとかだと、全然 M1 とか M2 チップにもう勝っちゃってるっていうマルチコアに関しても、iPad Air とかかな、ほぼM1 とかに近い。なんで持ち運べる本当にもう MacBook みたいな感じにはなってます。性能的にはめちゃめちゃいいですよね。もちろんサクサク動いたりするんですけど、普段使ってる面でそんなに恩恵を受けるかっていうとちょっと微妙ではありますもう十分早いんで、ポートレートモードでね切り替えとか後で試しますけど、サクサク動く印象とか、ニューラルエンジンとかすごいねうまく動いてくれてる感じはしますね、やっぱりね。ただ今回パワフルになった分スポーツカーみたいなね感じはしますね。今言われてるのがその発熱の問題っていうのがねあるんですけど、そんだけ強い分、熱を持ちやすいっていうのがあります。そこの問題が言われてますが、原因としては素材をですねステンレスからチタニウムに変わってるんで、やっぱりその放熱がやっぱしづらいっていうね、構造的なやっぱ問題とか、材質の問題があったりとかみたいなんですが、個人的に使っててそんなに気になることはあんまないかなって今思いますね。ただやっぱり熱は持ちやすい、あったかくなりやすいなっていうのは感じます、正直。ただそれで熱暴走とか、じゃあもちろんフリーズするとか、そういったのは全然ないですし、使い勝手に悪い影響があるとかはないんですけど、特にその SSD 外部ストレージをつないだ状態で、動画撮影するとかプロレスとかだと思うんですけど、そういった時はかなりねやっぱ熱くなるみたいです。影響は一部だと思います。発熱問題そんなに気にする必要ないんじゃないかなって個人的には思います。あとゲームがね今後やっぱバイオハザードビレッジとかですね、アサシンクリードとか、iPhone 版のですね、あとディビジョンとか、パソコンでやるような AAA ゲームっていうのが、ゲーム機を使ってやるようなゲームが普通に iPhone で年内とか、来年とかですね対応するので、そこら辺もちょっと楽しみであるんですけど、ただ熱は結構持ちそうな気がしますけどね、ゲームすると。GPU に関しても一応ベンチマーク測ってみたんですけど、28000ぐらいなんで、M1 と同じかちょっといいですね、正直ね。M2 ぐらいじゃない多分。バッテリー持ちに関してなんですけど、まだ使って1週間なので判断としては難しいところあるんですけど、基本的にはそんな変わんないかなっていう、良くも悪くも変わんないっていう気がします。14とかとやっぱり変わんない印象ですね。14プロが特にね良くなかったので気になるところではあったんですけども、特別すごいいいってわけでもないし、別に悪いってこともないですね。使ってみて状態とかね、で変わってくるとは思うんで、今回から言うとバッテリー上限が 80%、マックス 80% までしか、充電しないっていう設定で今実験的にやってるんですけども、ギリギリそれで1日は持つかなっていう感じです。それに動画とかねやっぱ多めに撮ると 80% じゃちょっときついんですけど、バッテリーの負荷が下がるとは思うんで、ちょっとそれで様子見っていう感じではあります。アンケート取った感じだととかいいんじゃないぐらいのが5割6割ぐらい、最高が 11% なんで、ぜひねバッテリー持ちいかがですかね。15 Pro Max に変えてみてとか、前の機種から変えてみて良かった悪かったとか、ぜひねコメントいただければと思います。今んとこ悪くはないかなっていう感じ、良くもない。カメラでございます。カメラ動画性能なんですけど、基本的にはねやっぱり一緒です。はい。一緒なんですけど、カメラの見た目とか、14 Pro とか、同様にですね、4800万画素のカメラ入ってますけど、ただ今回、新しくね、フォトニックエンジンっていうのが入りまして、ソフトウェアの方をですね、撮った後、処理で、綺麗にしてくれるみたいな感じで、800万画素の中から24メガピクセルです。真ん中だけ綺麗に切り取って出すみたいな。今まで1200万画素っていうのが標準の画素数だったんですけど、今回24、一応倍になりました。標準で使えるのが。パリッとした印象というか、
が少しよく見えます。なんかシャープに感じると良くなったなっていう感じですね。解像度一応倍になったんで、これなんで Apple Store で撮った感じとか、シャープな感じ見えますし、写真はねなんか本当良くも悪くもこうなんか打ったものをね忠実に再現するとあるので、ダイナミックレンジもね、しっかり明るさ暗いところ撮れてますし、こうサクッと撮っても、フォーカスもねこれレンガですけど合ってたりしますよね。本当なんで良くも悪くも見たまま写す iPhone、そのままっていう感じですね。超広角だとねしっかりこう写して綺麗に写してくれますし、夜間はちょっとねやっぱまだ厳しいのかなって気がするんですけど、ポートレートモードは結構最近ね僕も使うんですけども、綺麗に被写体ねやっぱ写してやっぱくれますよね。ポートレートモード結構ね綺麗になりましたねやっぱね。だからこうポートレートを撮ってあとポートレートなしにするとか、切り替えっていうのもできるようになりました。これもやっぱりA17 プロチップのおかげで結構綺麗にいきますし、この金の質感とかあと前がこうぼかしてこれ結構綺麗に撮れたと思うんですけど、パクッとねほんと手で撮っただけなんで、特に編集とかもしてないです。基本はやっぱ14 Pro と比べて同じっすね。細かいとこ見るともちろんね解像度上がってるんで綺麗にはちょっと見えるんですけど、夜間の撮影ですね、反射というかフレアとかが光がこう当たった時のなんかこのボワッとした感じですね、あれが抑えれるとは言われてるんですが、ゴーストとかはねやっぱね出ちゃいますね。このなんか光の前にちょっとこの影みたいなのがあるじゃないですか、いわゆるこれがゴーストって言われるお化けじゃないけどなんか変なのが映っちゃうっていうね、これはやっぱりあんま変わってない。14 Pro と比べたらやっぱりこのライトがね飛んじゃうみたいな、ちょっと抑えられてるんですけど、でもって感じではある。はい、とヒーフっていうねものも入ったので、それで48メガピクセル撮っても容量は結構抑えれたりはしますね。綺麗に撮れますね。15とかでも撮ってみたんですけど、ただ残念なのはやっぱねこの広角カメラでもピントというかよりの近い撮影はできないままで強制的にこう変わってるんですけど、マクロモードにされるのは変わってないですね正直ね近くのものを映せるモードになるんですけど、ちょっとやっぱ解像度落ちちゃうんですよね。それは変わってないですねズームすればいいんですけど、iPhone というかやっぱねでも写真はもちろんなんですけど、やっぱ動画かなと思う。このポケットサイズで持ち歩いてこの綺麗な映像が撮れるっていうのが本当素晴らしいですよね。このやっぱダイナミックレンジも綺麗にいってますし光ってはいるんですけど、これ確か渋谷だったはずですね。ブレもこれ手で持ってただ撮影してるだけなので少ないし、ちゃんとこうシネマティックモードで撮るとやっぱこのボケ感もね綺麗にね、たまにやっぱおかしい時あるけど、これ本当スマホで撮ったと思えないような映像がサクッと撮れちゃうんで、普通に空も綺麗に撮れるしな。特にやっぱ明るいとね綺麗に撮れますね。ただ夜間はゴースト出たりとかします。やっぱまだね。今回ログ撮影というのができるようになって、生データですね。なんでちょっとなんかホワイトみたいな感じで撮るんですけど、後からこう色カラーグレーディングっていうのを入れて、すごい綺麗にするっていう、かなりプロ向けの機能ではあるんですけども、一眼レフとか、写真ねとか好きな人だと、非常にこれ嬉しい機能なんじゃないかなと思います。ログね。あとこの夜間のね、ゴーストみたいなのはやっぱり出ます。はい、めちゃくちゃ出てた。14 Pro に比べたら確か抑えられてるのかもしれないけど、出てるものは出てるんで、完全にやっぱ光、夜はちょっとまだね光があるダイナミックレンジがね明るさ持っていかれたりとかしちゃうんで、ここはやっぱりまだ光の反射とかゴースト問題は解決されてないのかなと思います。プロマックスには5倍ズームあるんですけど、ただそのためだけに買うかっていうとちょっとなんか微妙な感じがしますね正直ね。ここまでではないのか、全然いい機能なんですけど、個人的にやっぱり服のものね綺麗には撮れるんですが、やっぱ来年の16ウルトラ出てくれたら非常にいいかなって思ってます。もうちょっと防衛性能が良くなるんじゃないかなと思いますけど、最後アクションボタンですね。今回ねミュートスイッチ上のカチカチってするねボタンがあったと思うんですけども、そこの代わりにボタンがね入りまして、いわゆる本当にカスタムボタンって言っていいと思います。なんで自分の好きな機能をこう割り当てれるっていうねものですね。基本的に自分の好きなアプリとか割り当てられます。ちょっと見ましょうかね。でこの設定画面の、ちょっと下の方にですね真ん中かな、一般の下ぐらいにアクションボタンがあって、こんな感じの、UI ねめちゃめちゃいいんですけど、消音とか集中モードに変えたりとか、カメラをですね例えばじゃあビデオで起動するとかっていうこともこうやってできたりします。フラッシュライトつけるとか、基本的にね何でもできますね。アクセシビリティなんで、ショートカットでねやっぱりこの、例えばアプリを開くとか PayPay にしたりとか、そういうのは便利かなと思いますけどね。こうやって App Store とかを割り当てると、でこれ長押ししたらですねこのまま、これ App Store か
こう出てきたりするので便利ではあるんですけど、普通の設定だとやっぱり割り当てる機能っていうのは一つしかできないんですよね。なんでカメラだったらカメラとか、さっきみたいなライトだったらライトしかできないっていうのがあるんですけど、投資で起動するだけなんで、できたらじゃあ2回こう押したらパンって押したら別の機能を立ち上げれるとか、3回とかね、そこら辺のカスタムもできたら非常に良かったかなと思うんですけど、便利ではあるけど、詳しくは動画で説明しますけど、一応1つ以上アクションズっていうねアプリを使うと割り当てもできます。もしくはねショートカットで、これ僕のやつなんですけど、例えば YouTube ミュージック開くとか、この iPhone の角度によってですね各アプリをこう切り替えれるんですよね。ショートカットのところでさっきのですね、僕アクションボタンっていうのを割り当てると、自分の作ったやつですけど、この状態だとこの軽さを変えるみたいなりとか、右に向けると例えばなんですけど、この YouTube ミュージックを立ち上げるとか、こう逆に左でやると YouTube スタジオと、こう下にこっちの向きにすると Twitter がね出てくる、X ですけど、設定もできます。詳しくはですねパラフ君がねうまいこといい感じでまとめてくれてるので、もうまた解説しますけど、カスタム要素あるのは面白いなと思います。ただねやっぱちょっとボタンの位置が上側にあるっていうのがで、位置が微妙で絶妙にね使いづらいんですよね。それもちろんカメラねこうやって起動してもいいんですけど、カメラに関しては例えばこう下からこうスワイプするっていうね、下側からこうやったらカメラね起動できたりするんで、そう考えるとやっぱりアクションボタン悪くないんだけど、この3つ4つぐらい割り当てたら僕はやっぱ使うようになったんですけど、1個だけとかだとなんか弱いのかなっていう気はしました。ただやっぱこのカスタマイズの楽しさはありますね。やっぱさっきみたいなショートカットこういろいろ割り当てたりとか、カスタマイズ要素ちょっと Android っぽさっていうか楽しいところではあるんですけど、どうですか皆さん、アクションボタンどう思いますか？ぜひねコメントいただければと思います。どんな感じで活用してるかとかもねぜひね教えてほしいです。むしろはい。最後ね買うべきかどうかっていうねところであるんですけども、iPhone 15 Pro ね買っていいんじゃないかなと思いますね。今年やっぱり当たり年というか、今回やっぱチタニウムになりまして、久々のこの新鮮なデザインが持ってみてやっぱ新しい iPhone だなっていうのは感じますね。一旦その耐久性はね置いといて、軽さっていうのが非常にアドバンテージになるんじゃないかなと思います。軽いね 20g 違うとやっぱ全然ね体感も変わりますし、特にやっぱ ProMax とかね持ちやすくなりました。で USB-C になって、充電もそうだし、その拡張性とかそこら辺のやっぱアドバンテージっていうのはねあるんじゃないかな。やっぱライトニングよりはこうできることの選択肢が広がってますので、ただ中身に関してはやっぱり iPhone だなっていうところはあるんで、今年は当たりかなと思います。とりあえず今後不安なのはそのバッテリーの部分だけかなと思うんで、そこはもうちょっとまた実験しながらねまたレビューしきればと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。15 Pro Pro Max ぜひね使ってみた感想とかねコメントいただければと思います。 iPhone 15もねまたレビューも出しますけど、結構いいんですよね。バッテリーもじゃあ15の方がなんかいいような気がする。数値的にはやっぱプロの方がいいんですけど、ということでこの動画少しでも良かったなと思ったらぜひグッドボタンですね、チャンネル登録お願いいたします。はい、で今回紹介したトラストンの商品も概要欄にありますのでぜひチェックしてみてください。他のアクセサリー動画とかレビュー動画もありますんでね見てもらえばと思います。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。結構がっつりレビュー、いや撮影ね結構ね大変でしたマジで。プロいいな。やっぱ15もいいんだな。